よいしょ。これで終了です。5日がかりでガラス張りとペンキ塗りが終わりました。皆さんおはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。フェンダー上げて終わりました。いつもは年に2回上げて年に2回ペンキ塗りしてるんですけど、夏前に上げてペンキ塗って秋に上げてペンキを塗ってます。で今回はですね、夏に3遍上げてみました。1回目2回目ペンキ塗らずに3回目だけペンキ塗ったんですけど、これがその1回目の様子です。ちなみに寄島ではこうやって船を上げます。彼のおかげでいつも助かってます。この1回目は6月27日に上げました。去年は盆に上げてもうとてもしんどかった覚えがありますんで、藤壺ももう大きくなって私も一番暑い時でしたんで、いつもそんなことないです。去年はちょっと横着して1年に1遍だけにしたんですけど、今年はもう3回上げるつもりで早めに上げました。ペラはさすがにペラクリーンで全然生えてません。いつも1年で塗るんですけど、今回はちょっとこのまま塗らずにいきたいと思います。ペラクリーンが剥げてるところだけちょっとだけカキが、でもこれ剥げてないの。剥げてなくても生えるんだな。でもすぐ手に入るの。手で今年はもう3回上げるつもりなんで、ペラクリーンも最後の3回目に塗ろうと思います。トラカキだなこれ。ちょっとさすがに手じゃ無理かこれは。このちっちゃいつぶつぶが CC って言ってますけど、なんていうんかな、藤壺の子供です。あげるんが早かったからまだちっちゃい。梅雨になってこれから川の水が出て海の中が栄養豊富になると、これが一気に育ちます。もう1週間ごとに大きくなっていきます。苗も減っとるんで変えないといけませんね。新しいの、こっちの苗はもう全部取れてます。これも新しいのに付け替え。ここは大丈夫かな。次まで持ってきたけど、これは次回までこのまま行きます。梅雨明けてあげるとこの藤壺がもうめちゃくちゃ大きくなってて、もう取るのだけですごい大変なんです。今6月27日ですけど、ね、本体にはカキは生えてないです。ちょっとだけ生えてるぐらい。ただ水草がちょっとすごい、海藻がいっぱい生えてますね。あんまり見たことがないような。海苔がいつも生えるんだけど、海苔あんまり生えてないですね。少ない。緑色のが海苔です。まあこれなら多分楽ですね。多分手でカキ落とさなくても水圧だけでいけそう。完璧ですな。はい。それじゃ今から高圧洗浄機で落としていきたいと思います。よいしょ。いきます。でもカキあるわ。あんまり近寄ったらいけんな。カキ生えてないと思ったら、やっぱり高圧洗浄機かけたら下から出てきました。カキさん藤壺。寄島の人はカキっていう藤壺がいっぱい出てきたんで、結局ガリガリをせんといけませんでした。まあでもこれぐらいならまだ楽かな。まだ美味しいことない。この高圧洗浄機の方はまあそんな大してしんどいとかないんですけど、カキを落とすのが大変なんですよね。早めに上げてるんで今回は大したことなかったですけど、あれ横着して1年に1遍とかにするととてもめちゃくちゃ生えてるんでとても大変です。カリカリさんと奥さん頑張ってます。うん。瀬戸貝っていうの。カラス貝っても言うけど、カラス貝って言ったら普通寄島の人は違う貝のことです。食べれるのは食べれるらしい。まあコメント来とった。違うんじゃねえかな。ムール貝はムール貝でおるんやな。別にここについてる瀬戸貝はあんまり大きくならん。ムール貝は大きくなるけど、毎年
毎年この子がいるんですよね。鈴木の子です。毎年池間の中にこれが入って逃がしてあげないと、海の中に。よいしょ。まあ、生けすの中は魚にとって小魚にとって安全地帯ですからね、入ってくるんでしょうね。エビを発見、逃がしてあげんといけない。よいしょ。力ほい。今最後のとどめの洗浄です。ペラクリンとかはあんまり強い選んでええよ。あげたらいけんけん。今回はこれでペンキを塗らずにおろして1ヶ月半後にどれくらいカキが入ってるか見てみようと思います。今回はペンキは塗りませんけど、これは書いとかんといけません。もう空ですからね。これがないとカジが落ちてしまいます。一度このカジをここが切れて落ちなかったですけども、宙ぶらりになったことがあります。これが切れちゃうと電飾してカジが落ちます。一度カジが折れて帰れなくなったことがありますんでですね、これだけはしっかり書いときたいと思います。これもこれしか残ってません。これだけ電飾してこのシャフトが切れてしまいますんでつけます。これも電飾しちゃうとプロペラが落ちてしまいますんでしっかり書いときたいと思います。閉めて終わりです。つきました。自分でできました。こちらは次回。こちらも終わりました。そして船は一応落としてこれで1ヶ月後にまた上げます。一応必ず入ると分かっている池間の線とか塵の蓋のところとかですね、カジの周りだけは一応塗っておきましたけど、あとは塗らずに下ろしました。皆さんどうしてますかね。これすごい正直一番大変な仕事やねんかなと思うぐらい大変なんだと思うんですけど、これが特に夏が本当にもうめちゃくちゃしんどいね。もう回数だけとか楽なことは分かるんですけど、どうしても面倒くさいなと思って年に一遍の時もあったり、そうしたりするとですねすごい大変ですね。もう牡蠣がめちゃくちゃついてて、なので今回ちょっと3遍上げてみて、前に一遍3遍上げたことあるんですけど、その時もうめちゃくちゃ楽だったんで、3遍の1回1回がすごい楽です。もう3遍上げると、ペンキ塗らなくてもその次早く上げれば牡蠣が生えない、あんまり入ってないからすごい楽やし、1回の剪定掃除が1時間半あれば終わるな。年に1回やとほんと6時間とか7時間とかかかる時あるんですけど、しんどすぎて休憩が多すぎて倒れるほんと倒れるんです。やった後ね。皆さん何遍ぐらい上げてるんですかねこれ。ほんとまあでもよそは業者に頼んだり組合がしてくれたりするらしいんでとても楽らしいんですが、ここはそういうシステムがありませんので全部自分でやってます。そしてこれが2回目の船立てです。8月の盆過ぎの21日なんですけど上げてみました。今回も彼は大活躍でした。ペンキは先ほど言いましたけど主要なもうめんどくさいとこだけ塗って、あとはほとんど塗ってません。これぐらいの廃用でした。1ヶ月半でこんな感じです。今日は8月21日です。約1ヶ月半で。でもまあちょこちょこついてますね。すぐ終わりそうですけど。ペラクリーンが落ちてるとこだけ。でも結構生えとるな。でもやっぱペラクリーンなんですぐ取れますね。まあ大丈夫そうです。ペラクリーン。下側は結構生えとる感じ。ペラクリームも次で大丈夫そうですね。これは塗るのはあと1ヶ月半したらまた上げますんで。そして今回まだ1回目と同じように
軽くだけ洗浄します。この洗浄の前にカキをガリガリ落としてます。例になりましたけど、今回もこのままペンキを塗らずに下ろしたいと思います。次は9月の連休にまたあげます。どれくらい生えてるでしょうか。9月のあと1ヶ月でもう5年以上前はボン開けてもうカキが入る CC が入ることなかったですけどね、フジツボが。ここ3年ぐらいもボンを過ぎても生えますんで、1ヶ月後にどれぐらい生えてるかですね。他の用事もあるんで、また1ヶ月後にあげます。でしけの日行ったりすると昆布が後付けなんですよ俺で。こうひびが入ってですね、昆布にその肌分かれしちゃってるガラスのところが、そのガラスをもうガラス張りの作業も3回目の船上げた時にはやってますんで、この3回目はとても大変でしたけど、そして3回目の船田でも彼は大活躍してくれました。この修理するガラスを剥がすところから貼るところを一応全部撮影したんですけど、ここ穴開けるところも撮影したんですけど、なんと全部動画が消えてしまいまして、貼るところはもう残念ながらアップできませんでした。貼って終わったところです。これは全部穴開けたところもガラスを貼って、最後ペンキを塗って終了です。こちらもガラス貼り終わりました。初挑戦にしては実は一遍失敗したんですけど、なんとか取れました。なんとか貼れました。その失敗したのがこれです。全部剥がれました。一度貼ったんですけど、ガラスを貼ったところも塗っていきたいと思います。初めてガラスに挑戦したんですけど、素人にしては空気当然入ってますけど、自分では一応納得しております。本当はペンキ塗る前にこれなんかコートみたいなするんかもしれませんけど、自分はそこまでせずにもうこのまま塗ります。さあ母ちゃん頑張ってくださいね。どうですか、塗り心地は。新しいガラスの親切に足を突っ込んだ感じですなんじゃそりゃ。綺麗なとこを怪我していく感じなるほど。3回目はペロクリームをちゃんと塗り直すことにしました。これでまた来年まで大丈夫でしょう。なんでその先端は塗らんの？この先端だけ塗らずに、転色防止のためにここを塗るなって説明書に書いてますんで、ここだけ残しておきます。OK。ペンキ塗りをしていきたいと思います。ペンキ塗り自体はですね、結構そんなしんどい作業じゃないんで、いけすは大変ですけど、なぜ狭いんで膝曲げないといけませんからね。それがとにかくしんどいですけど、全体のペンキ塗り自体はそんなに大変なことではありませんので、それよりもこのペンキ塗りの前のついてる CC って言われてるカキを取るのがフジツボですね。あれを取るのが大変ですね。後から聞いたら他の漁師さんが教えてくれたんですけど、このゲルコートっていうのは赤色のペンキの前に塗っとかんといけんかったらしいですね。で上を塗る前だったんで上は塗ってましたけど、下はまたもう今回は塗ったんで次回です。とにかく初挑戦でガラスが無事に貼れてよかったです。なんと5日もかかりましたけど、でも自分の中では得心しています。無事に貼れて本当に良かったです。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。取ったそこでにょんと
ピーチ君より先に見つけたのさ。